日本には日本庭園と呼ばれる特別な庭があります。池や石、砂、苔、そして四季折々の植物を配置し、自然の美しさと人の心の調和を表現しています。訪れると都会の騒がしさを忘れ、静かな時間を感じられます。庭園は観光客にとって日本文化を理解する入り口であり、日本人にとっても心を落ち着ける場所です。日本庭園の起源は古代に遡ります。奈良時代や平安時代には中国の庭園文化の影響を受けつつ、日本独自のスタイルが生まれました。宮廷の貴族たちは池に船を浮かべ、詩を読み、音楽を楽しみました。当時の庭は自然を模倣しながらも理想化された美を追求していました。鎌倉時代から頭町時代にかけて禅の思想が広まり、庭園の姿も変化しました。石や砂を用いて山や川を象徴的に表現する家具山水が生まれました。水を使わずに自然を表すその様式は静けさの中に深い意味を感じさせます。庭は瞑想や修行の場としても利用されました。江戸時代になると庭園は大名や武士の力を示す場としても発展しました。広大な敷地に池や橋、茶室を備え、人々が散策を楽しめるように設計されました。来客をもてなす場所でもあり、美しい庭は権力や教養の象徴でした。現代の観光名所として残る庭園の多くは、この時代に作られました。日本庭園の特徴は、自然を理想化する点にあります。木や石をそのまま置くのではなく、バランスや調和を大切にして配置します。例えば石一つの位置にも意味があり、流れや視線を意識して置かれています。その工夫によって庭全体に静かな流れが生まれるのです。水の存在も庭園には欠かせません。池や滝、小川などが配置され、自然の音が心を落ち着かせてくれます。水面に映る景色や流れる水音は訪れる人の心を癒します。水を中心に設計することで、四季ごとの変化がより鮮やかに映し出されます。一方、枯山水の庭では砂や白い石が使われます。砂は水の流れを表し、石は山や島を象徴します。僧侶が熊手で砂に模様を描き、その波のような模様が自然のリズムを思い起こさせます。枯山水は見る人によって解釈が異なり、想像力を広げる庭でもあります。庭園を歩くと、橋や飛び石、小道が現れます。これらは単なる移動のためではなく、歩く速度をゆっくりにし、景色を一歩ごとに楽しめるよう工夫されています。足元に広がる苔や道の途中に見える小さな灯籠が旅のような感覚を与えてくれます。日本庭園は四季の移ろいを強く意識して作られています。春には桜やツツジ、夏には深い緑と涼やかな流水、秋には紅葉、冬には雪景色、それぞれの季節が庭の姿を変え、何度訪れても新しい発見があります。庭は生きている芸術と言えるでしょう。庭園には茶室が併設されていることもあります。茶道と庭園は深く結びついており、庭を眺めながらお茶をいただくことで心を静める体験ができます。茶室へ向かう小道は路地と呼ばれ、そこを歩くこと自体が精神を整える儀式とされています。有名な庭園の一つに京都の龍安寺の石庭があります。15個の石が配置されていますが、どこから見ても14個しか見えないように工夫されています。人の視点の限界を表しているとも、悟りを象徴しているとも言われます。訪れる人々を魅了し、考えさせる庭です。金沢の兼六園も代表的な庭園です。6つの優れた景観を兼ね備えるという意味の名前が付けられています。広大な敷地には池や滝、茶や季節ごとの植物が配置され、日本三名園の一つとされています。雪吊りの光景は特に有名で、冬の象徴となっています。岡山の後楽園も見逃せません。こちらも日本三名園の一つで、広い芝生と池が特徴です。大名が客をもてなすために作られた庭園で、今でも多くの人が散策を楽しみます。芝生に腰を下ろして景色を眺めると、当時の人々の暮らしに思いを馳せることができます。庭園には小さな灯籠や石橋が置かれ、景観にアクセントを与えます。苔むした石灯籠は年月の流れを感じさせ、
庭全体に歴史の重みを加えます。こうした小さな要素の一つ一つが庭の雰囲気を作り出しているのです。細部まで計算された美しさが日本庭園の魅力です。訪れる人は庭を歩くだけでなく、座って眺めることでも楽しめます。縁側や休憩所から庭をゆっくり鑑賞すると、景色が一枚の絵画のように見えてきます。動くことなく時間の流れを感じることで、心に静けさが広がっていきます。観光客にとって日本庭園は写真映えする場所でもあります。苔の緑、紅葉の赤、桜の薄桃色、雪の白、自然の色彩が組み合わさり、まるで絵のような風景を作ります。しかし、庭園の本当の魅力は写真では表せない空気や静けさにあります。庭園を維持するためには日々の手入れが欠かせません。庭師が木を剪定し、苔を守り、水の流れを整えます。その丁寧な作業があるからこそ、庭はいつ訪れても美しい姿を見せてくれるのです。日本人の勤勉さや自然への敬意がそこに現れています。現代の都市の中にも庭園は存在し、人々に憩いの場を提供しています。ビルに囲まれた庭に一歩入ると、別世界のような静けさが広がります。仕事や生活で疲れた心を癒し、自然と人の調和を感じさせてくれる場所です。日本庭園は単なる観光地ではなく、日本人の精神や価値観を伝える文化遺産です。自然を敬い、調和を重んじる心が庭に込められています。訪れることで日本の美意識や生活のリズムを感じることができます。庭園は過去と現在をつなぐ架け橋です。今日は日本庭園、歴史と静けさについて紹介しました。日本庭園は自然と心を結びつける特別な場所です。下に漢字リストと語彙一覧があるので、ぜひチェックしてください。そして、いいねとチャンネル登録をお願いします。質問です。あなたが行ってみたい庭園はどこですか？コメントで教えてください。